皆さんこんにちは、ガジログです。今回はガーミンから新しいスマートウォッチが発売されます。その名もベニュー SQ2 というねスマートウォッチとなっています。一体どんなスマートウォッチとなっているでしょうか。ガーミンの公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。では早速本日も行ってみましょう。まず最初に出ていますのはバッテリーを謳っていますね。11日間ずっとあなたと一緒にということで、一度の充電で約11日間稼働します。頻繁な充電は必要ありませんと出ています。約11日とありますが、実際のところもう少し短くなるかもしれませんけど、十分なバッテリー持ちとなっています。そして自分の健康をしっかり把握と出ていますね。ストレスレベルや体のバッテリー残量をチェックすることができるよと出ています。画面を見てみますと、健康管理の画面が出ていますし、こちらの方を見ると睡眠のスコアが出ていますね。7時間29分寝ましたよっていう風に出ていて、実はいいですよという風にも出ています。これもね見やすくていいですね。そして今日は何して体を動かすとありますが、ウォーキング、ランニング、筋トレ、ヨガなど25種類以上のスポーツアプリを内蔵と出ていますが、本当に使うものが入っていればいいと思います。ウォーキング、ランニングあたりはね、もう皆さんおそらくこれは願っていると思いますが、それ以外でも25種類あるよと出ています。そしてね、デザインの方も出ていますが、どうでしょうかね。私個人的には結構好きなんですよね。軽量でこの2つね、物理ボタンが右側にありますけど、押しやすそうだなというふうに思います。いいですね。カラーリングに関しましては、このブラックのモデル、そしてこのホワイトバンドにクリームゴールドということで、縁取りがね、アルミの部分がゴールドになっている、非常にね、こうクールなね、爽やかなモデルも入っています。そしてストラップ、ケースともにクールミントということでね、これもいいですよね。そしていつでもつながりを続けるとありますね。ガーミンは iOS と Android の両方のスマートフォンに対応しているということで、 iPhone ユーザーの方も Android ユーザーの方もどちらのスマートフォンでもペアリングすることが可能になっています。Apple Watch になりますとね、もう iPhone 一択になってしまいますので、そのあたりは選択肢が広いっていうのはいいと思います。アルミニウムベゼルの洗練されたデザインとありますが、このケースそのものは、アルミではなさそうですね。ベゼルがアルミニウムというふうに出ています。どんな服装やシーンにも合いますよと出ていますね。そしてさらにディスプレイに関しましては AMOLED が採用されているので、常時表示も可能になっています。この画面が常時表示かは分かりませんけどもね、AMOLED であれば必要な部分だけ点灯することができますので、そのあたりも消費電力に使っているのかなと思います。そしてアクティブに過ごそうとありますね。ディスプレイはコーニング社のゴリラガラス3を採用ということになっています。これは非常にね、耐久性があり、柔軟性があり、硬いガラスになっていますのでね、画面が割れにくい仕様になっています。そして心拍計に関しましては、光学式の心拍計が採用されていて、これはね、普通かもしれませんけども、心拍数の測定にも対応しています。そしてボディバッテリー、これいいですよね。体のエネルギーの残量を測定できますよとありますね。これは非常に興味深いですよね。数値は5から100で表示されていて、スコアが大きいほどその日の活動や運動に費やすことのできるエネルギーが十分あることを意味しますと。で、反対にスコアが低いほど体力を温存して休息を取る必要がありますよということで、これはね、自分ではちょっと体感的になんか疲れてるなっていうことが分かったとしても、数値で示されていると本当にそうなんだなっていうふうにね、根拠になりますので、ちょっとこれは興味深いですね。そして睡眠スコア付きの先進の睡眠モニタリングということで、これもね、通常のスマートウォッチにはついている機能になりますが、パッと見の情報としては非常に分かりやすい情報が出ています。そしてヘルススナップショットとありますね。2分間のセッションを記録することにより、心拍数や心拍変動、呼吸数、ストレス、血中酸素レベルなどの主な統計データを記録することができますよとありますね。通常ですとね、心拍数、呼吸、ストレス、血中酸素っていうのは個別の測定になってしまうんですが、これは2分間で全て測定してくれるってことで、これはちょっとね、他のメーカーではやっていない感じですよね。これもいいですね。そしてストレスレベルの計測もついていますし、加えて女性の健康トラッキングも対応しています。そして先ほどお伝えしたように血中酸素のトラッキング、 SpO2 測定もできるようになっていますし、そしてフィットネス年齢とありますね。体の年齢を推定する機能になっています。そしてブレスワークアクティビティとありますね。これはおそらくマインドフルネスのような機能だと思います。
また水分補給してくださいよっていう、そうしたトラッキングと、そして飲んだ分をね記録する機能もついていますし、呼吸数ですね、そして内蔵スポーツアプリの中にはウォーキングやランニング、サイクリング、プールでの睡眠、ゴルフなど25種類以上の GPS および屋内スポーツアプリケーションも搭載しているということで、あらゆる運動をトラッキングできますよと出ています。そして GPS を利用しないその他のワークアウトですね、有酸素運動、筋力、ヨガ、ピラティス、またヒート、そのあたりがしっかり対応しています。またワークアウトも自分でね作成することができるっていうのも、これも面白いですね。1600種類以上のエクササイズから自分専用のワークアウトを作成し、時計にダウンロードすることができるとあります。そしてヒートですね、高強度インターバルトレーニングにも対応しています。またガーミンコーチといいまして、パーソナルランニングコーチからのアドバイスを無料で時計に受け取り、5キロ、10キロ、またハーフマラソンの完走に向けたトレーニングに役立つというふうに情報が出ています。またフィットネストラッキングとありますが、これはもう普通のねスマートウォッチについている歩数や運動強度、消費カロリーなどを記録してアプリと連携してそれを見ることができるよということですね。そして週間運動量ということで、1日どれぐらい動いたかっていうのを1週間表記でこのように見ることもできます。また通知にももちろんね対応してますね。そしてこちらはですね、セーフティー&トラッキング機能ということで、時計とスマートフォンがペアリングされている間、アクティビティ中に時計が事故を検出したり、使用者が援助要請操作を行うと、あらかじめ登録した緊急連絡先に位置情報を発信、万が一の時も安心ですと出ていますね。Apple Watch シリーズ8に搭載されました衝突事故検出機能と非常に似ていますね。Apple Watch の方は自動車事故の場合その検出するという機能になっていましたが、こちらの場合は具体的にどんな事故の場合検出しますよということは表記されていませんので、おそらくねその加速度センサーとかいろんなそのセンサーを使って事故を検出するということだと思いますので、これはこれでねついていると安心だなというふうに思います。そしてこれはねやっぱり嬉しい機能ですね。ガーミンペイがついていて Suica に対応しています。非接触の決済ソリューションということで Suica を登録しておけばかざすだけで決済できるということです。そして防水等級は GoATM ということですので 50m 防水にも対応していますね。それではまだ触れていない細かな仕様について見ていきたいと思います。やっぱり出ていましたね、ケースの素材は FRP になっていますので、船のボディとかね、浴室の壁とかにもよく使われている水を弾く素材になっていて、非常に強度が高いものになっています。そしてクイックリリースバンド互換性と出ていますが、バンドは取り外しが可能になっていて 20mm の幅のものを取り替えすることができるので、これもいいですね。汎用性のあるバンドになっています。そしてディスプレイはタッチスクリーンに対応していますので、画面をね触るだけで画面点灯とかね操作することもできるようです。画面はカラーに対応しています。結構ガーミンのスマートウォッチっていうとモノクロのものもありますけどね、こちらはアモレットを採用していますのでカラーの表示に対応しています。そして重量は 38g になっています。そして血中酸素トラッキングに関しましてはありとあります。スポットチェックっていうのはその都度行うこともできますし、またオプションで終日24時間モニタリングもできますし、また睡眠時のみっていうね設定もできるようですので、バッテリー消費に関してスポットだけっていう風にねできますし、夜寝る時だけっていう風にもできるようですね。これもいいですね。そして環境光センサーがついていますので、おそらく自動の調光機能がついていると思われます。そしてざっと見ていきますと、ついていない機能もやっぱありますね。Bluetooth 通話がついていません。スマホにかかってきた電話等ですね、そういったものに関しましてはウォッチの方で応答する、話して通話することはできないということになっています。そしてそうですね、結構使う方も多いと思いますが、スマートフォンの音楽再生操作ですね。音楽保存はこの SQ2 に関しましてはついていません。音楽保存を使って SQ2 に音楽を保存して音楽聴きながら運動したいっていうことであれば SQ2 ミュージックっていうモデルが必要になります。ミュージックモデルに関しましてはこの音楽ですね、コネクト IQ アプリを使って好きな曲やプレイリストを選んで対応したウォッチに直接ダウンロードすることが可能になっています。メインはサブスクリプションのミュージックアプリによってプレイリストを作成したものをダウンロードすることが可能になっています。例えば Amazon Music だったり LINE Music、 そして AWR ですね、KKBOX、 また Spotify といった感じでしょうかね。サブスクアプリとの連携が可能になっているということです。と
ということで今回ガーミンのベニュー SQ2 についてご紹介しました。お値段は 39,800 円ということで、発売日が2022年9月16日発売開始ということになっています。ガーミンベニュー SQ2 はほぼ必要な機能は入っています。このね4万円以下の価格帯でスマートウォッチっていうのは結構ね激しくバチバチに今戦ってるんじゃないかなという気はしますが、機能としてはねやっぱりガーミンとかフィットビットあたりのモデルの方が優れてるんじゃないかなというふうに個人的には思います。皆さんはどう思われたでしょうか。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。